ダジャーファルコンズの千秋です。安藤です。今回は近いうちにサラリーマン増税が来るかもしれんよっていう話を取り上げていきたいんやけど、最近子供子育て支援金制度について取り上げた独身税について取り上げたんやけど、今回はサラリーマンを焦点にした、通勤手当の課税と退職金の増税について話していきたいんやけど、まず通勤手当についてなんやけど、今年の1月に、通勤手当っていうワードが X でトレンド入りして、で、通勤手当にまで課税されるんじゃないかっていう憶測が飛び交って、話題を呼んどったんやけど、もともとその元ネタっていうのが週刊誌の見出しで、情報の出所っていうのが政府の税制調査会の中で通勤手当について中長期的な税制のあり方を議論する場っていうのの報告書の中で通勤手当について軽く、少しだけ書かれとったんやけど、それを週刊誌、具体的に言うと現代ビジネスなんやけど、それが拡大解釈して見出しに乗っけたことで反増税派の人たちが騒ぎ出したからこんだけ話題になったんやけど、通勤手当ってそもそも従来てか今もそうなんやけど15万円までは非課税で、給与所得の対象にならんから所得税とか税金はかかってないんやけど、社会保険料では報酬月額の計算に含まれるから、社会保険料はかかっとんだよな。ステルス増税。通勤手当を課税所得として扱うんじゃないかっていう話が上がっとって、ただこれは、さっきも言った通り週刊誌が拡大解釈しただけやから、完全にデマなんよ。ガセネタと岸田総理も石破総理も別に直接的に通勤手当課税するよっていう話は一切言ってないから、X でインプレッション稼ぎたい人が勝手に我々国民を煽っとるだけ。言っとるだけみたいな。ただ、全面的に非課税枠をなくして課税するっていう可能性は、ほぼないと思うんやけど、ただ、非課税上限の15万がもうちょっと下がるんじゃないかっていう話というか、可能性は大いにあるっていうのは、いろんな税理士が言っとんな。なるほどね。で、退職金増税についてないけど、これもサラリーマン増税の一種で、3月に退職金税制の見直しについて質問が国会の答弁で飛んで、石破さんは拙速な見直しはしませんが慎重な上に適切な見直しをすべきだと回答したんやけど、すぐに見直しするわけじゃないけど、適切に対処していくとか見直しを示唆するような発言をしたよな。だから否定はせんかったの、退職金増税について。だから通勤手当よりもどっちかっていうと退職金増税については割と話進みそうな雰囲気があると感じになったんだよな。で、現行退職金ってかなり税制的に優遇されとって、具体的には勤続年数に応じて控除額が増える仕組みになっとって、例えば課税対象になる金額の計算が退職金のその収入金額、だから源泉徴収前の金額引く退職所得控除の額引いた額に対して2分の1かけた金額が課税対象になるんやけど、退職所得控除額っていうのが勤続年数かける40万円になるんよ。だから長く勤めれば勤めるほど退職所得控除の額が増えていくから税金が減っていく計算になっとって、例えば勤続年数が15年の場合40万かける15年やから600万円控除されるんやけど、600万円以下、退職金が600万円以下だったら税金が一切かからんのよ。フルで受け取れるようになると。これって普通の所得やったらありえんからさ。そうやな。だいたい 20% ぐらいは課税されるから、俺も転職した時退職金もらったけど、一切税金かからんかったから、退職金ってすごい優遇されとんのよ。税制的には。で、これも勤続年数かける40万つったんやけど、20年を超えると、勤続年数かける70万になるんよ。控除額が。だから増えていくんよ。だから長く勤めれば勤めるほど、20年超えていくともっと控除額が増えていくっていう仕組みになって、昔ながらの終身雇用時代の遺産やんな、これも。で、なんでこんなに退職金が税制上優遇されとるかっつうと、退職金っていうのは、勤労への報奨と老後の生活保障っていう性格があって、企業からすると長く働いとった分、その感謝の意を込めて払う報奨的な意味合いが強くて、で、なおかつそんだけ長く働いてくれとったんやから、定年退職した後の生活も会社で保障しますよみたいな意味合いがあるんよ。そういう報奨の意味合いが強いから、税制的に優遇されとったと、これまでは。ただ、今時、転職も結構当たり前になってきたし、政府としては雇用の流動化を促進させたいから、もっと転職して、いろんな業界の人材を確保していきたいっていうのがあるから、退職所得の控除の額を見直して、もっと気軽に転職できるようにしていきたいっていう、狙いがあるということなの。だから、勤続年数かける40万で20年超えたら、
その分は70万ってなるのを一律で40万にしようっていうのが、今回の見直しの内容とされとんのよな。まあこれが、サラリーマンを狙い撃ちにした増税なんじゃないかっていう。確かに最近よく聞くけどな。ざっくりした計算やけど、まあ勤続38年で仮に対象金が2000万やとしたら、まあ合計で100万ぐらい増税になるって言われとんな。100万じゃあ単純に手取りが減るってこと？まあそういうことや。いやー、老後の100万はきついな。結構でかいな、そう考えると。まあ通勤手当の課税は出前やからあれやけど、退職金をなくして、もっといろんなとこ転職しろよっていうことなのな。政府からすりゃ。まあそれがどうなんやろな。いい方向に行くんか悪い方向に行くんかはわからんけど、政府の考えとしては、まあ一つの企業に勤めるよりは、いろんな企業に移って、まあ経済回してくれよって感じなのかな。それもあるし、で、あと、解雇規制も緩和しようとしてるからさ、もっと解雇しやすくしようみたいな。会社が労働者を。だから、気軽に転職するようになれば、会社としては、労働者をつなぎ止めたいから、給料が上がるんじゃないかっていうことやろうな。要は、賃上げしたい。個人的には、今の会社は退職金ないから、あんまり退職金増税って関係ないんやけど、関係ない。関係ないけど、とはいえ、俺は退職金自体反対派やから、ああ、そう。退職金別になくていいっていうか、退職金を支給するぐらいやったら、月々の給料上げてくれって思う人やから。ああ、現役世代にもっと還元しろってこと？そうそう。だってじじいになってからさ、まあ、定年と60とかになってからさ、2000万一気に渡されてもさ、って感じじゃない？まあ、もらったところでって感じか。なるほどね。まあ、言われてみればそうやな。確かに老後の生活の足しにはなるけどさ、でも、まあ、もっと若い時の方が金必要やし。もっと若いうちに必要なお金の方が大事やもんな。使い道も多いやんな、若い時の方が。いや、それもそうやわ。退職金で2000万もらってもちびちびさ、取り崩していくだけやん。すごい金のかかる趣味でもあれば、一気になんか使えていいかもしれんけど。でもなかなか全員が全員そういうわけじゃないし。そんな体力もないし。まあ、あと何よりそういう退職金が出んから給料に還元しろっていう企業が多ければいいけど、全部が全部そういうわけじゃなくて、退職金なくなったらラッキーって思う企業も出てくるからさ、別に給料の日々の足しにせんっていう、まあ難しいとこや。退職金が結構企業の重荷になっとるっていう話も聞くけどな。一人雇うとさ、そいつがずっと勤め上げたらさ、最後2000万渡さなあかんっていうことやからさ、そのために退職金を確保したらなあかんわけやん。そいつのために。まあそうやな。それが結構人を雇う重荷になるっていう話もあるけどな。で、まあ、さっき通勤手当の課税が出前やっていう話をしたけど、通勤手当課税されるようになったらどうなのな。それはそれで東京にさ、通勤しとる人が結構多いやん。遠くに住んで東京に通勤するっていう人結構多いからさ。で、そしたら通勤手当が少ない人より遠くに住んで通勤手当いっぱいもらっとる人の手取りが減るわけやからさ。だから東京一極集中がさらに進みそうだけどな。もっと近くに住んでしまおうってなる。近くに引っ越すってことやんな。でもこの通勤手当に課税するっていうのが信憑性っていうかさ、信じとる人が多くて、まだ決定でもないのに。ああ、そうやな。そう。意外になんかもう確定した話でなっとるけど、まああくまでも可能性っていう段階で、ただこれ本当に通勤手当に課税するよってなったらすごい反発大きいと思うけどな。だから何言っとんやって感じになってトレンド入りしたんやろうけど、ただ1月にトレンド入りして未だに結構言われとるやん。ちょくちょく話題になるからさ。定期的に蒸し返されとるよな。そうそう。一瞬触れたか触れてないかわからんような話やのに、ずっと未だにさ、課税されると信じて叩きまくっとる人がおんのが怖い。そう。こういう独身税とか、この前話したけど、絶対課税っていうのは今後出てくると思うけど、実際に課税するって言われとって、まだ意外に実地されてないものが多かったり、延期になったりしてものが多いらしいよね。まあその中で、まあタバコ法は5月に値上げしたんやけど、だから本当に情報だけを鵜呑みにするんじゃなくて、本当に何が実施されるかっていうのを自分でちょっと調べて発信した方がいいな。多すぎる本当に増税の話が多くて。そうやな。元ネタを発信する側はさ、賢いからさ、いかに人が食いつくかのような。そう。ようになんか発信するかっていうところに命かけとるからさ、ネーミングも結構秀逸やん。独身税とかサラリーマン増税とか。そう。だその情報を受け取る側がさ、もう全く何も考えずにそのまま、字面のまま受け止めてな、騒ぎ出すから。で、そいつが発信しとるから、だから立ち悪いよな。立ち悪いし。まあそれはな、発信する側は簡単にインプレッション稼げるもんな。なんかそういういろんなさ、しょうもない発信にさ、振り回されとる人たちがいっぱいおるのを見とるとさ、世間では SNS ではさ、もう早くみんな若者は選挙に行こうみたいな、選挙みたいなさ、すごいよく言うけどさ、
俺、なんか投票率上がったら危ない気がするわ。国民って結構バカやん。その情報をな、鵜呑みにして、何が善で何が悪か、そういう判別もつかんような感じで、とりあえず選挙に行って、政党に、今やったら、その自民党は悪みたいな風潮がなっとるけどさ、そういう情報をしっかり判断した上で、選挙も以降で発信しなあかんよな。今 SNS でさ、本当かわからんような話で、国民の像を駆り立ててさ、そのまま選挙に入ったらさ、間違った情報で間違った選択をしてしまう可能性が高くなる気がするわ。だから、それはそう。だからそれの結果があれやろ、ガーシー議員やろ。ガーシーとか本来当選すべきじゃなかったやん、あの人は。あの人が当選してしまったせいで、速攻で、議員辞めさせられたわけやし、かつてのヒトラーしかり、国民の投票率が増えれば増えるだけ間違った道、間違った選択をしてしまう気がするから、安直にな、選挙行こうっていうのはなんか間違ってる気がするけどな、俺は。選挙行かん方がいいんじゃないの？最近思い出した。そのこと。確かに、同弱っていうか、SNS の知識でしか判断できんようなレベルの人は行くべきじゃないか。選挙とか政治に興味ないような人は選挙行かん方がいいような気がするけどな。この国のために。その通勤手当のな、課税とか、退職金のな、退職所得控除との縮小とか、始まれば、なんか逆にもう転職は気軽にできるし、でも都心部には住むと家賃高いし、でもかといって遠くから通勤すると通勤手当かかって、税金増えるからっていうので、地方の会社とかに転職して、地方移住しようっていう、メッセージかなと俺は思った。ああ、確かにそういう考えもあるよな。逆に東京一極集中が進むかなと思ったけど、そういう地方移住が進む側面もあんのかなっていう、こういうのも、やってみなわからんけど。今のこの世の中が働けば働くほど損をする世の中になった感じがして、ここ数年がさ、税収が過去最高らしい。でも人口は減っとんのに。っていうの。だから結局こういうのも、給与取得の控除が手厚いとか、なんか言われとるけど、いや全然そんなことないやろって思って。その分、税として取られとるんやから、にもかかわらずさ、減税とかの話は全然ないっていうのが、ここ最近聞いた記憶がなくてさ、減税の話を。特に社会保険料がな。もう憂うばっかりですわ。だから現状受け入れるしかないっていう、もう諦めの概念に入っとるもん。給料が上がることを期待するしかねえよな。一応、国が頑張ってくれておるからな、その辺も。そんな感じで、今日は近いうちにサラリーマン増税が実施されるかもっていう話を取り上げました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。